球の国全部行く。2010年12月、2週間かけてアフリカ南部を旅行した際、南アフリカの北に隣接するジンバブエに行き、2カ所の世界遺産を訪問しました。世界最大級の滝、ビクトリアフォールズと、ジンバブエの国名の由来、巨大な岩が点在するグレートジンバブエ遺跡を訪問して感動しました。ジンバブエから南アフリカに再入国する際に飛行機ではなくバスに乗って陸路でヨハネスブルグに向かいました。そのバスの中で殺されると思ったほど恐怖の体験をしたので紹介いたします。まず、南アフリカ最大の都市ヨハネスブルグについて、黒人差別のアパルトヘイトが撤廃され、白人たちが立ち去った後、周辺の国々からたくさんの人たちがやってきて失業率が上がり、急激に治安が悪化しました。犯罪発生率 150% と言われているのは、1回は必ず犯罪に遭い、2回目の犯罪に遭う確率が 50% という意味で、街の中心部は世界最強と呼ばれております。特別な用事がなければ、ヨハネスブルグは避けた方が良いです。当時の私は、そこまでヨハネスブルグが危険とは思わずに、グレートジンバブエ観光の後、バスでヨハネスブルグに向かうことにしました。バスで約12時間ほどかかります。ここはジンバブエ中央にある町、マスビンゴのバスターミナル、午後6時頃の様子です。アジア系は私一人なのでかなり目立っていました。みんな私のことをじろじろ見ていましたね。日本の運輸会社のトラックをそのまま使っているようです。アジア、アフリカではこのように日本の漢字が書かれた車、トラックをそのまま使っていることがよくあります。日が沈んで午後7時の様子。マスビンゴは治安は悪くないですが、さすがに真っ暗のバスターミナルはちょっと怖かったです。バスがようやく来て、ヨハネスブルグに向けて出発しました。4時間後の夜11時頃、マスビンゴから 320km 南の国境の町、バイトブリッジに到着。一度降ろされて、南アフリカへの入国審査や荷物チェックなどが行われ、3時間ほど待たされました。さすがに写真は撮れなかったのですが、深夜の南アフリカ国境近くは非常に怖かったです。人種差別ではありませんが、真っ暗闇の中、黒人の方々のたくさんの白い目だけがギョロッとこちらを見ていて、何とも言えず怖かったです。深夜2時、ようやく出発。ここからは南アフリカです。高速道路に乗ってスピードを出し、これで一安心かとうとうと寝ていた頃、朝方4時頃、突然バスが停車しました。バス前方のドアが開き、ボブサップのような大柄の黒人2人がバスの中にズカズカと入ってきました。何か叫んでいてびっくり。私は、これはバスジャックか強盗だ。ここで自分は殺されるんだ、と思いました。怖すぎて体が固まったまま抵抗することもできませんでした。ボブサップは一人一人順番に声をかけていきます。多分貴重品を出せ、と言っているんだな、と思いました。数分後、ボブサップは私のところにやってきました。すると、警察だ。パスポートか ID を見せなさいと言われてびっくり。よく見ると胸のところにポリスと書かれています。何秒か固まり何も言えませんでした。正気に戻って、警察か。プロレスラーみたいな警察なんだ。極悪人に対抗するためにこういう警察官が必要なんだ。助かった。よかった。ありがとう。とボブサップを抱きしめたくなりました。私はパスポートを見せて、警察ですか。安心しました。と言うと、ボブサップは、お前日本人か？なぜ飛行機じゃなくて、バスで南アフリカに来るんだ？と、怪しい目で私を見ていました。車内のジンバブエ人、南アフリカ人のチェックはすでに終わっていましたが、警察はむしろ私が怪しいと思ったようです。よくよく考えたら、南アフリカに来る日本人はほとんどいません。いても当然飛行機で来ます。ジンバブエから深夜バスでヨハネスブルグに向かっている日本人、めちゃくちゃ怪しいですよね。薬の運び屋、逃亡している指名手配犯か、トランシーバーで警察署に連絡しながら15分ほどかかり、問題ないことが判明して終了しました。最後にボブサップから、危ないから二度と陸路でヨハネスブルグに来るなよ、と釘を刺され、はい、わかりました、と答えました。ボブサップかっこいい。頼もしい背中を見ながら一安心。アパルトヘイト後、南アフリカの治安が急速に悪化したのは、周辺諸国から犯罪目的で
多くの人々が大都市ヨハネスブルグにやってきたからです。南アフリカ政府は2010年ワールドカップ南アフリカ大会を機に不法滞在の外国人らを国外に追放しました。それによって特にヨハネスブルグの治安は改善したのです。ボブ・サップは南アフリカに犯罪者が入国しないように取り締まる国境警備の警察だったのでしょう。私は国境警備のボブ・サップに怪しい日本人ということで目をつけられたわけです。なんてこった。バスは再び走り出し、朝9時頃、ようやくヨハネスブルグのバスターミナルに到着しました。いやー怖かったけど無事着いてよかった。ちなみにヨハネスブルグのバスターミナルは朝でもかなり治安が悪いので要注意です。この後は一度宿に向かい、その後ガイドと一緒に世界最強の街ヨハネスブルグの中心部やマンデラの出身地でもある黒人居住区スウェトを巡りました。ヨハネスブルグ観光も必見ですので、その様子は別動画でご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。